本日はレイド YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。これより第1回シネ RT リモートフォーカスウェブセミナーを開催いたします。ラージセンサーカメラで一層難しさを増すフォーカスマンの仕事をアシストする超音波距離計のシネ RT システムのご紹介、C モーション C プロ、アリ WCU4 などを使ったリモートフォーカスとレンズデータを組み合わせた実践的な使い方について紹介させていただきます。本日のセミナー講師は現在 CM やドラマなどの撮影現場でシネ RT を使ったフォーカスシステムを実践導入している現役フォーカスプラーの杉友氏に解説いただきます。それでは杉友様、よろしくお願いいたします。はい、それでは始めていきたいと思います。まずはご紹介からということで、私は撮影部の杉友と言います。普段映画やコマーシャルの現場でですね、フォーカスプラー撮影助手として働いているんですけれども、今日はシネ RT とリモートフォーカスのセミナーということで、これから約2時間ほどお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、我々フォーカスプラーの仕事なんですけど、ここ数年で非常に難しくなってきました。新しいラージセンサーを搭載したカメラがだいぶ増えてきてですね、アレクサの LF だったりソニーのベニスなんかがそうなんですけれども、だいぶそういったカメラを使う機会が増えてきました。経験のある助手の方分かると思うんですが、非常に社会深度が浅いです。フォーカスの仕事難しくなってきてまして、なかなかね今までと同じような要するにメジャーで測ってあとはメカンで送るというやり方だけだとちょっと厳しいかなと思うような時が増えてきました。そんな中でですね、そういう新しいカメラが開発されているのと同時に我々フォーカスプラーをアシストするための機材というのもたくさん進化を遂げてきています。プレストのライトレンジャーだったり、スナイパーだったり、C モーションの C プロとかたくさんあるんですけれども、その中から今日はシネ RT という超音波距離計を紹介していきたいと思います。おそらく現場の助手さんが一番手っ取り早く取り入れやすい機材なのかなと思ってるんですけれども、超音波距離計の紹介ということです。超音波距離計現場に一つあると非常に便利です。どうしても社会深度の浅い難しいフォーカスになってくると僕らモニターを見つつフォーカスを送るっていうことが増えてくると思うんですけれども、距離計がありますとモニターで分かりづらい前後の動き、これが数字で表示されるので非常に助かります。ただそれだけだとまだ実は難しいところっていうのがありまして、例えば動きの速い被写体を追いかけるとき、そういったときですね、一体どれぐらいの速度でその被写体が動いているのかって、それをパラパラと動く数字だけを見てですね、その速さを理解するのは非常に難しいんですね。なので今回はその合わせ技として、このシネ RT の距離情報をワイヤレスのリモートフォーカスに入力して、視覚的に分かりやすいガイドとして使いながらピントを送る方法って、こういったものを紹介していこうと思います。あともう1点リモートフォーカスを組み合わせることのメリットなんですけれども、レンズデータの活用ということも後半お話をしていきます。フォーカスマン手元でフォーカスを送るコントローラーの方にですね、レンズデータをマッピングしていただくことで、現場でだいぶフォーカスが送りやすくなるよというところも後半お話ししつつ、補助的に使えるフォーカストラッキング、いわゆるオートフォーカスですねのデモも2、3お見せできたらなと思います。長丁場になりますが、約前半1時間ほどシネ RT の機材の紹介をして、その後リモートフォーカスと組み合わせた使い方を紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ前置きはこれぐらいにしてですね、それじゃあシネ RT 機材の方を実際にセッティングをしながら見ていこうと思います。ちょっと座らせていただきます。今モニターの方に映ってますね。はい、こちらにある4点、この4つをまとめてですねシネ RT システムという呼び方をしています。基本的には従来の超音波距離計と原理は変わりません。ただ超音波距離計をすべてワイヤレスで制御できるようにして、なおかつ高性能多機能化したものと思っていただければいいと思います。左からこれがカメラに取り付けるベースセンサー、シネ RT の本体になります。で真ん中のこちらがハンドセット、助手さんが自分の手元でですねさまざまな設定を操作する部分になります。でこちらが LED のディスプレイ、単純に距離情報を表示するディスプレイですね。で4つ目のこちらがバグトランスミッターと呼んでるんですが、これは今回このシネ RT で新しくできたものなんですが、小さい超音波の発信機になってまして、
これを役者さんのポッケなんかに入れていただくことで直接距離が分かるよと、そういうセンサーになっています。では、実際にカメラに取り付けて、動かしていきたいと思います。まずベースセンサーの説明の方から、簡単にこうやってノコアームかなんかでカメラに固定をしていただいてですね、はい、今までの超音波距離計ですとどうしてもこのセンサー自体ともう一つコントロールボックスっていうのがついてたと思うんですが、シネ RT の場合はもうこれ一つで動作します。基本的にはこれにDTAP の電源を挿していただくともうそれで動作がするんですけれども、今回はちょっとデモの都合上フォーカスのトラッキングをお見せするので、このシリアル Y ケーブルというパワーケーブルと、距離情報を送るシリアルケーブルが1本になったケーブルをよいしょつないで、デモをしていきたいと思います。はい、今この状態でもうすでにシネ RT を起動いたしました。でもうこの瞬間からですね超音波が出てまして、その反射波を拾って計測した距離をここからワイヤレスに飛ばしているという状態ですね。はい、ではその飛ばしている距離情報こちらで電源を入れて見ていきたいと思います。手元のカメラの方すみません。はい、まずはこのハンドセット、横のこのボタンですね、長押しして電源を入れていきます。ちょっと画面深いですね。はい、で同じくこちらのディスプレイも横のボタンで電源を入れていきます。はい、これでハンドセットとディスプレイの電源が入りました。今この状態でですね、おそらくカメラの奥にある、今壁か天井かを反応して31フィートという数字が出ているかと思います。一番最初にですね、カメラにセンサーを取り付けたら必ず忘れずにやってほしいのが、フィルムプレーンオフセット。これ僕もたまに忘れるんですが必ずやってください。どういうことかというとフィルムの撮像面ここにあるんですけれども、すみません、はい、このフィルムの撮像面からこのベースセンサーの背面に当たるこの位置までこのギャップを計測して、その分を設定で入れて、正しくフィルムプレーンからの距離を計算しようと、そういう機能です。これはセッティングを変えるたびに毎回忘れずにやってください。今計測するとそうですね、4インチと4分の1というのが距離になりますので、4と4分の1インチというオフセットをかけていきます。じゃあちょっとハンドセットの方をやっていただいて、ごめんなさい、こちらに取り付けます。はい、こちらの横にあるフィルムプレーンのマークですね、こちらを押していただくとフィルムプレーンオフセット、こちらで、先ほど4と4分の1だったので横のボタンを押しながら1234インチで、4分の1刻みの調整はこのファインって書いてあるこの横の数字を押していただくと4分の1、2分の1、4分の3、0と細かい調節ができます。今4分の1だったので、1回押して4と4分の1とこの状態ですね。はい、この状態で今正しくフィルムプレーンからの距離が計測できるようになりました。ちょっと1回そうですね、たくさん、黄色いバミリに立ってください。一応ご紹介しています。今日デモのアシスタントをしてくれる彼も撮影助手なんですが、村上さんです。私はたくさんと呼びます。よろしくお願いします。はい、じゃあセッティング基本的なところができた状態で、シネ RT の1回この感度の限界まで歩いてみましょうか。たくさんじゃあ遠くにゆっくり歩いていってください。はい、これで彼が動くのと同時に今距離がこうやってパラパラパラと動いていきます。だいたい30フィートと少しぐらいまで感知できるんですが、1回もうちょっと行ってみましょうか。はい、こうやってね30フィートを超えていくと、はい、今多分これでおそらく隣の壁が感知してるんですかね。広い会場でやっていただくとだいたい35フィートぐらいまでは感知できます。でこれは周りの音波の状況によるんですけれども、話によると本当に静かな森の中だと40フィートぐらいまで測れるよという話も聞いたことがあります。ただスタジオとかですとね、だいたい35フィートが限界かなということです。ありがとうございます。じゃあ1回そうですね6フィート手前の方までお願いします。はい、こうやって彼が歩いているのと同時に距離が連続的に出てきます。
はい、ありがとうございます。今の基本性能という話をしているんですけれども、従来の超音波距離計、シネテープとか UDM とか、大体20フィートぐらいが限界かなという、それ以上超えると結構不安定になってしまうんですが、シネ RT は大体その 1.5 倍ぐらいの距離まで正しく計測することができます。そして計測距離だけじゃなくてですね、秒間何回読み込みをしているのか、サンプリングレート、これも従来の超音波距離計に比べて約 1.5 倍高速の読み取りをしています。はい、で今どれぐらいの距離縦で遠くまで感知できるのかっていうのをお見せしたんですけど、今度どれぐらいの幅で超音波で感知できるのかっていうところをちょっと見ていきたいと思います。そしたらですね、高橋さん、じゃあご協力いただいて、はい、そうですね、黄色、もう少し後ろに行きましょうか。黄色とオレンジの間あたりに立っていただいて、はい、ありがとうございます。今の引き絵で見ていただくと分かるんですが、手前にたくさん大体6フィート地点ですね。で奥に高橋さん2人いらっしゃるんですけれども、はい、超音波距離計の特性としてこのベースセンサーから円錐型に超音波が出てるんですが、その円錐型のエリアの中にある一番近い物体、これに反応して距離が計測されるようになっています。当然今手前にたくさんがいらっしゃるので、たくさんの6フィート2っていう数字が今出ています。じゃあここで、たくさんちょっと便宜上このディスプレイを彼にお渡しして、はい、今このノーマルの状態から、感知しない位置に行くまでゆっくり横に外側に歩いていってください。動きます。こうやって彼が横にずれていくと、はい、ここでそうですね、今手前のタクさんが感知範囲から外れて、奥の高橋さんへの距離、今19フィート10と出ていますが、計測できるようになりました。シネ RT ですね、今この標準の一番望遠の状態なんですけれども、この状態から1つ広角、そしてもう1つ広角と3段階の幅で感知範囲を変更することができます。で今が標準の状態で一番望遠の状態なんですけれども、これから1つ広角のモードに切り替えたいと思います。じゃあちょっとハンドセットの方を寄っていただいてですね、こちらのWF というボタン、これがワイドフィールドということでして、広角モードとなります。これを押していただくと、そうすると先ほどまで感知範囲外だったタクさんが再び感知範囲内に入ってきました。6フィート4というのがその距離です。でこの状態で、もう一度タクさんこの広角状態から抜けるところまで外側にお願いします。はい、あそこですね。はい、今ここで、さらに広角のエリアからも外れて、再び奥の高橋さんの距離が表示されています。でここでもう一つこの隣にある XWF、 これがエクストラワイドフィールド、超広角っていう意味なんですけど、こちらを押します。すると、はい、再びタクさんがエリア内に復活すると、こういった使い方ですね。ちなみに一度タクさん、これでも感知しなくなるまで一回出てみましょうか。はい、割とすぐかと思います。意外と粘ってますね。はい、もうはい、ここです。はい、はい、今ここで完全にタクさんが、感知エリアから外れたということですね。これ一回ちょっとカメラのレンズを広角にして見てみましょうか。タクさんごめんなさい、レンズを 35mm に交換します。はい、今お伝えした3段階の感知範囲なんですけど、スーパー3号のセンサーにつけたレンズでいうとだいたい 90mm、50mm、35mm という画角にほぼ近い画角です。じゃあ一回レンズを交換します。よいしょ、お願いします。もらいました。もらいました。ちょっとキャリブレーションするのでお待ちください。ありがとうございます。はい、じゃあタクさん、もう一回これで3段階やってみましょうか。一番最初の内側、ごめんなさい。はい。でちなみに今ですね、カメラの方の映像で、フォーカスのトラッキングをかけております。つまりシネ RT が感知している距離にフォーカスを置くということを今、カメラの方でやっています。ではタクさん、そこから今の範囲から抜けるところまでお願いします。彼が抜けていくと、はい、ここでもうピントが奥に行きましたね。距離が19フィート11で、もう一回ワイドフィールドを入れていただくと、これでもう一回タクさんの方にフォーカスが来ると。
はい、でもう一度ここから外側に行ってみましょうか。はい、そこで、また被写体は奥に移りました。でエクストラワイドフィールド超広角で再びたくさんが範囲内に入ってそこから逃げていただくと、はい、ここで奥になると、見ていただいて分かる通り今アレクサ 35mm がついてるんですけれども、大体35mm の画角の範囲内はエクストラワイドフィールドにすれば感知できると、そういった使い方になります。高橋さんありがとうございます。一度休んでいただいて、でたくさんそうですね、6フィート地点立っていただいて、はい、今横幅で3段階感知範囲を調節できるよというのを紹介したんですけど、これ気をつけていただきたいのが横幅と同じ分だけ縦の感知範囲も広がっています。これで何が起こるかというと、例えば天井が今ここは天井高いですがあまり高くないエリア、天井の低いエリアで、ワイドフィールドを選択して例えば30フィートぐらいの遠くの被写体を狙おうとする。そうするとですね30フィートに行く前に天井か床のどちらかが反応してしまうということがあります。なんで撮影する状況によってね賢く使っていただければなと思います。はい、あとはこの超音波のセンサー、これを実際に振ってちょうどいいところに調節していただくっていうのは非常に大事なんですけれども、それをやりやすくするためのレーザーが内蔵されています。じゃあたくさんちょっとレーザー出しますね。はい、このベースセンサーの外側のボタン、カメラで見えてますかね。こちらのボタンを長押ししていただくとよっと、はい、見えてますでしょうか。ごめんなさい、もう一回出しますね。はい、こうやってベースセンサー本体からレーザーが出てます。でこれをこう向けていただいて、おすすめとしては人物の胸から首のあたりですね。はい、でもう一度ボタンを押すとレーザーが消えるということです。どうしてもやっぱりフォーカス合わせるのが人間の顔なので、これはレーザーを顔で合わせる方いらっしゃるんですが、単純にその目に入ると危ないっていうのもありますし、先ほども言った通りこのレーザーの点を中心に上下に超音波を感知するエリアがあるので、あまり例えば目のあたりにレーザーを中心を持ってくるとですね、大体現場でガンマイクがこの辺にあるわけです。なんであまりこの辺を狙ってしまうと顔より手前にあるガンマイクを反応してしまうっていう、これは結構よくあるパターンなんで、やはり現場のおすすめとしては胸か首のあたり、このあたりを狙っていただくのが一番適切かなと思います。基本的にはさっきも言ったようにですね、超音波のエリア内に入っていれば一番近いところを感知して、で通常普通の体型の人であれば顔が一番手前に来るので、基本的には顔までの距離が計測できるということです。はい、ちょっと今駆け足でベースセンサーの説明をしましたけれども、続いてありがとうございます。続いてこのディスプレイの説明に行きたいと思います。はい、これ非常に単純なものでして、電池が内蔵してある LED のディスプレイです。で横のボタン、こちらですね、こちらのボタンを押すことで、5段階の明るさの調節ができます。ちょっと押していきますね。ポチポチポチと、これが今マックスブライト、もう一つありました。これがマックスブライトの状態ですね。非常に明るいです。ちょっとカメラだと分かりづらいですが、直射日光の屋外でも十分数字が読み取れるぐらいの明るさがあります。でもう一度押すと一番暗い状態、ポチポチポチと押していただくと5段階の明るさが変わりますよということですね。非常に明るいです。はい、電池を内蔵していると言ったんですけども、電池がどれぐらい持つか、これは非常にこの明るさに関係してまして、マックスブライトだとおそらく3時間から5時間、ただ一番暗い状態、もしくは下から2番目の明るさ、これだと大体10時間ぐらい連続して使うことができます。でもう一つこのディスプレイのいいところはですね、1台のシネ RT に対してもし使いたければということなんですけど、何台でもペアリングして使うことができます。なので例えばフォーカスプラが自分のモニターに1つ設置してて、でもう1個ペアリングして、でその距離計を例えば、クレーンのオペレーターさんだったりだとか、もしくはドリルをしている突起部さんに1つ渡してあげてという使い方もできます。これが便利なのがですね、例えば本当に深度の浅いトラックアップを取るときに1つこれを突起部さんにお渡しして、3フィート6で止まってくださいというふうに言ってしまえば絶対ボケることはないと
そういった時計部さんとこうね、協力してフォーカスをやるということも一つこれで可能になるかなというところです。はい、以上がこのディスプレイの説明でした。続いて、ハンドセットの説明ですね。こちらのハンドセット、はい、ありがとうございます。こちらのハンドセット、ワイヤレスで全てのシネ RT の設定を操作することができます。で、単純にここに距離が表示されているので、これ単体でも距離計として使うことができます。まず基本的な機能の説明からなんですが、そうですね、じゃあ高橋さんごめんなさい。そうですね、じゃあ黄色と緑の間ぐらいに立っていただいて、でタクさんが、奥のオレンジ行ってみましょうか。でそうですね、高橋さんちょっと向き合ってタクさんとこう掛け合いをしているみたいなはい、ありがとうございます。はい、ちょっと絵的に被らない方がいいですかね。高橋さんちょっと一歩下手に下手にお願いします。すみません。はい、もう半歩行ってみましょうか。ありがとうございます。はい、この状態で先ほども言った通り、カメラの手前にある近い物体を感知するので、今ですと手前にいる、高橋さん舐めながら撮影をしてるんですけど、高橋さんへの距離が出ています。ただ今撮影したいのが奥にいるタクさんだよといった場合に、この手前の高橋さんをこう感知しなくなる方法というのが実は2つあります。1つはこのリミット機能、この数字のすぐ下のボタンを押していただくとレンジャーリミット、これは簡単に言うとここからここまでの間を感知するよという2点を決めて、それより外側は感知しない、無視するよという設定ができます。ちょっとホームに戻って、今手前にいる高橋さんが8フィート9にいるので、だいたい9フィートより手前を1回キャンセルしてみたいと思います。横のボタンを押していただいて、2や手前の数字を上げていきます。はい、9フィートになりました。ちょっとまだ感じているようですね。もう1個いきます。9フィート6、これで戻ります。はい。たくさんごめんなさい。ちょっとやっぱりこう外側に、はいはい、来ました。今これでですね、手前の高橋さんを無視して、高橋さんの手がちょうど範囲から出ちゃってごめんなさい。はい、大丈夫です。これで今奥のタクさんへの距離が24フィート8と出ています。どういうことかというと、カメラの手前から9フィートの位置までここより手前をすべて無視するという方法です。ごめんなさい、ちょっと引き絵でありがとうございます。今9フィート6ですかね、手前に設定しているので9フィート6より手前の車体をすべて無視するという設定になっています。なので手前をこのように人物がシャッターしても問題なく今奥の車体までの距離が表示されているという状態です。当然9フィート6より奥に行くと感知されるので、例えば高橋さんそのまま3歩ほど前に、はい、そうするとこうまた入ってくるわけですね。高橋さん、じゃあその黄色いバミで止まりましょうか。はい、でまたこれをキャンセルしたければ、設定奥入っていただいて、今が12フィートあたりにいらっしゃるので余裕を持って13フィートとします。はい、これで手前の高橋さんを無視して奥のタクさんまでの距離が表示されるという状況です。この機能で便利なのはこのボタンのすぐ下にある数字、今13から40ってリミットの範囲が表示されているんですけれども、このボタンを押すことでワンタッチで有効無効の切り替えができます。一度やってみますね。無効と、そうすると当然手前にいる高橋さんへの距離がそうですね、ちょっと今高橋さん少し外側に行っちゃってるのかな。はい、今こうやって問題なく出ています。でもう一回有効にすると手前を無視して奥の距離ということができます。これ一回フォーカスでやってみますか。ちょっとカメラのフォーカスもトラッキングしてカメラの映像でもう一回見てみたいと思います。いきました。はい、すみません、お待たせしました。これで今有効の状態で奥のタクさんにピントが入っている状態なんですが、タップをして無効にすると手前と、もう一回切り替えます。ワンタッチで有効、これで奥のタクさん、はい、でもう一回ワンタッチで無効にすると手前と、こういった使い方ができます。はい、ありがとうございます。これがリミット機能なんですけれども、もう一つ、機能がありまして、
一回このリミット機能をリセットします。この下にあるもう一つのマーク、これがロックアウト機能という機能です。これはですねリミット機能とは逆に2つのポイント、ここからここまでというのを設定して、その間だけを無視するよと、そういった設定ができます。今手前の高橋さんがいらっしゃるのがだいたい11フィートなので、まず手前からそうですね、だいたい9フィート6に設定して、こちらを12フィート、今9フィート6から12フィートの間の、2フィート半ですかね、その隙間を感知しないという設定にしました。はい、こうすると先ほどと同じように奥のたくさんに、距離が表示されているという状況です。このビジュアル的に説明しますと、今2点数字を設定したんですけど、手前の9フィートと奥の12フィートで、この間だけを完全に無視するよという状態です。で、先ほどのリミットとは違うのは奥の数値のさらに奥はもちろん感知するんですけども、同じように手前の設定した数値より手前も、感知することができるということで、一度たくさんにカメラの方まで、歩いていただいて、どういう挙動を示すのかというのをお見せしたいと思います。じゃあたくさんまっすぐ高橋さん通過して6フィート地点までお願いします。ここ彼が動いていくとパラパラと数字が入って、12フィートで一瞬レーダーから消えて、で手前でさらに復活します。で6フィート、もう一回じゃあ元の位置に戻ってください。はい、こういった状況ですね。もう一回やってみましょうか。じゃあたくさん今度、少しゆっくりめにもう一回同じ動きをお願いします。手前に来て12フィートに入ると一瞬消えますが、9フィート6で復活して、また手前の彼への距離が計測できるという状況です。はい、でこちらもですね、先ほどと同じように、たくさんじゃあ1回、奥のバビにお願いします。はい、先ほどと同じように数字をタップすることで有効無効の切り替えができます。有効の状態からこれでディスエイブルド無効ということですね。そうすると手前の彼が表示されて、さらにこう有効にするともう一回奥の彼が表示されるという状況です。でこれ非常に複雑なんですけど、リミットとロックアウトを同時に使うということもできます。ここからここまでを感知するよというエリアを設定して、さらにその中にここからここまでは感知しないよという非常にややこしい使い方なんですが、そういったことも可能です。はい、これ何が便利かというと、例えばリミット機能ですね、ステディカムですごい長回しで人物を移動しながら追いかけるよっていう時に、ある一箇所だけ手前に舐め物があって、どうしてもそちらを感知してしまうみたいな時に、もう本番中でもパッとタップしていただいて手前を無視というふうにして、で手前の舐め物が抜けたらもう一回そこを無効にして、その後手前に人物が来てもそのままフォーカスを終えると、そういった使い方も組み合わせてできるので、非常に便利かなと思います。はい、以上がリミットロックアウトの機能でした。あともう一つごめんなさい、忘れてました。例えば今11フィート手前の彼の距離が出てるんですが、どれぐらいの距離を除外したらいいのかわからないとき、そういうときにですね、実際にこのシネ RT が受信している超音波の波形を見ながら除外するエリアを選択するということもできます。こちらの波形のボタンを押していただくと、今ね2つ山が見えるのが分かると思います。これ手前の大きな山が高橋さん、奥のこの25フィートの位置にある山、これがたくさんですね。でこの手前の山を無視したいというときに、この N と F、 これがニアファーと、近い位置の設定と奥の距離の設定ということなんですけど、設定していきます。よ。ちょっと分かりにくいんですが、設定範囲に入るとこの波形の色が少し変わります。ちょっとここ行き過ぎちゃったんで戻ってますね。ごめんなさい。はい、今これで波形を見ながら手前のこの大きな山が全て色が変わるように、変更しました。これで画面を戻っていただくと、今9フィートから14フィートと出てます。
ちょっと奥が、余分に、そうですね、除外されているという状況ですね。はい、こういった使い方でどのエリアを除外するという設定をすることもできます。ということで、じゃあ高橋さん1回ありがとうございます。今のがリミットロックアウト機能の説明でした。高橋さん、ごめんなさい、タクさん、じゃあ6フィートのラインに1回お願いします。1回この機能をリセットしますね。では次の機能の説明に行きます。テープモード、このハンドセットなんですけれども、単純にこう設定を変更するだけではなくて、このハンドセット自体が一つの距離計として使うことができます。よいしょ。このハンドセットの上側を見ていただくと、ここに見えますかね、超音波のセンサーがありまして、実際にこのハンドセットを持っていって距離を測るということができます。実際にやってみますね。はい、すみません、左下のこれバミリのマークなんですが、このバミリのマークをタップしていただくと、テープモードというこのハンドセットを使って距離を計測するモードに入ります。ちょっとじゃあ実際に距離を計測していきます。見えますかね。ありがとうございます。はい、ゆっくり動いてきますね。はい、今これで僕がこう動いていくと同時にこう数字が動いていくの分かるかと思います。こうやってこうカメラに向けていただくことで直接ハンドセットからカメラまでの距離を測ることができます。なので、今タクさんの位置こちらですね。でこの数字を記憶するには横にあるボタン、こちらをこう押していただくと6フィートと出てきます。でもう一回取り直したいとき、長押ししていただくとクリア、押して記憶、長押しでクリア、非常に簡単です。これで、今床にバミリが3箇所あるんですけど、3箇所とも取っていこうと思います。まずこれが6フィート。じゃあ次のバミリお願いします。はい、これが2箇所目のバミリですね。約12フィート。はい。今これこのハンドセットの前面からの計測にしているんですけども、これ必要であればこのハンドセットの底からの計測に設定で切り替えることもできます。例えばこう壁に向かってこうチャートを取るという時にですね、そこからの距離という設定にしていただけるとこうちゃんとチャートまでの距離が測れると、そういう使い方もできます。じゃあ最後の場面に行きましょうか。はい、こちらが24フィート9ということでボタンを押していただいて記憶で、長押しでこう消去できると言ったんですけど、記憶もこの数字を押して記憶というのもできます。同じようにこう数字を長押ししていただいて消去ということもできます。はい、じゃあこれで、ちなみにですね、先ほどシニアリティの感知限界ということで約35フィートってお伝えしたんですけど、このハンドセットを使った場合は最大120フィートまでできます。今60フィートしかないんですが、一回行ってみましょうか。はい、多分ちょっとこれカメラで映らないので距離だけ計測してこれで見ていただいた方がいいのかな。今バーッと遠くまで行って計測してきたんですけども、あそこで58フィートの地点ということで、一応こう広いところであれば120フィートまで計測ができるよというのを一応お伝えしておきます。ありがとうございます。はい。今ですね、まるでこう普通のスケールを使うように僕が実際にこう車体の位置まで行って距離を測ったんですけれども、もし面倒くさい、面倒くさいという理由だけではないと思うんですけど、その場を離れずに距離を計測する方法というのもございます。こちらのハンドセットのこのアイコン、今これハンドセットからの距離を測りますよというマークなんですが、これを押していただくとレンジファインダーのマークになります。これ今単純にこのカメラの乗っかっているセンサーからの距離をですね表示しているわけです。でこの状態で例えばスタンドインかアシスタントの方を使って、例えばじゃあ一番手前のバミリにお願いしますということで、一回先ほど記憶した距離を消去します。はい、
で今一番手前のバミリで彼が立っていただいて6フィート3と感知されているのを記憶と。じゃあ2つ目お願いします。はい、これも同じようにタップして記憶と。じゃあ3つ目のバミリにお願いします。はい、でこの状態で同じく画面でタッチをして記憶と。はい、このようにフォーカスプラが自分の持ち場から離れずにこうやってスタンドインやアシスタントを使って計測をするということもできます。非常に便利です。同じことがバグトランスミッターでもできるんですけれども、それはまた後ほど、説明をしようと思います。じゃあたくさん一度ありがとうございます。今ご紹介したこのハンドセットで測るという使い方が一番便利なのがですね、クレーンにカメラが乗っている状態、なかなかカメラ近くにスケールをかけにいけないような状態が多いと思うんですけれども、そういう状態でもクレーンが高く上がっている状態で斜めで被写体のところまで行って計測することができると非常に便利です。あとこれはおそらく使っているのは僕だけだと思うんですけども、裏技としてコマーシャルの現場に行くとですね、アングルチェックというのがありまして、カメラのポジションが決まったらそのカメラの高さを出さないといけないんですけども、クレーンの5、6メーター高いところの高さを出すのは非常に大変です。でそんな時にですね、今フィート表示になってるんですけど、これはメートルセンチの表示に変えていただいて、カメラの真下から測っていただくことで、簡単なカメラ高を算出するという裏技もあります。はい、じゃあシネテープモードの説明は、以上ですね。はい。で、じゃあちょっとまた画面の方寄っていただいて、先ほど集めた、先ほど計測したこの3つのポイント、記憶した距離なんですけど、もし必要に応じて編集がしたければ、こちらのアイコンから編集画面に行くことができます。例えば1番のバミリ、これがもう1フィート手前に動いたよ、その時はポッとタップして選択をしていただいて、プラスマイナスで6フィート3から5フィート3というふうにやるだけで個別に編集ができます。であるいはですね、例えば全てバミリをして計測もしたんですけれども、本番前にカメラの位置が3フィート下がったと、そうすると全てのバミリまでの距離を計測し直さないといけないんですけど、それを計算もまとめてすることができます。簡単にこの端っこのボタン、チェックマークを入れるとすべての距離が選択されます。この状態で例えば3フィートを足すと、5フィート、一番上が5フィート3なんで、8フィート3になるまでまとめて、はい、これで全ての距離が3フィート足された状態になると、こういう使い方をしていただくと、急にカメラポジションが変わった時とかにも、マークの対応がしやすいかなと思います。あとですね、もし本当に必要であれば個別に画面の数字を長押ししていただくと手入力でマークを入れることもできます。こうやって15フィートみたいな感じでね、自分の好きな数字を入れたい場合はここで手で入力して打ち込むこともできます。で距離の記憶なんですけれども、今ここ1234と4つ数字が出てるんですけども、これがいっぱいになったら次のこの5から8のページに行くと、さらに5678と全部で8箇所の距離まで記憶することができます。はい、今のがマークスエディター、マークを編集する画面ですねの紹介でした。はい、ごめんなさい、ちょっとさっき数字を動かしちゃったので、たくさんもう一度3箇所距離を取ってもいいですか。今度僕動かずにやります。はい、1番目のバミリがそちらで、2番目のバミリお願いします。それが約12フィートパチッと。じゃあ3番目お願いします。3番目が、だいたい25フィート。ありがとうございます。でこうやって今バミリと、対応した3箇所の距離の情報を取ったんですが、これはどう活用していくのかというところを紹介していきたいと思います。実はシネ RT で使える機能2つありまして、1つがこのマークスビュー MV と書いてあるこちらのアイコンですね。これを押していただくと、先ほどまでごめんなさい、ちょっと設定しますね。
はい、先ほど言ったバミリが1、2、3とこうグラフ上に出てきて、なおかつ今被写体のいる位置がこうやって、矢印になって出てきます。ちょっと今位置関係が逆なので、これ今スケールを逆にしてみようと思います。こういった細かい設定も、リバースですね、オンにすることで、今実際の位置関係と合いましたね。一回これでたくさん、一番手前のバミリまで歩いてみてください。画面の中で車体が動いている様子が、2番を通過して1番の位置に来たと。はい、じゃあもう一回ちょっと戻ってみてください。こういったグラフ上でね、なんとなくのこう場所を視覚的に、じゃあもう一回歩きをお願いします。はい、ありがとうございます。このグラフなんですけど、人それぞれやりやすいやり方があるかと思います。例えば今グラフは固定で、その中をこう基線が動くというやり方だったんですけども、逆にこの基線を固定にしてグラフの方を動かすというやり方もできます。でさらにWCU4 と同じようにですね、こう縦に、横ではなくて縦のスケールがいいよという方はこのバーチカルをオンにしていただくと、こういった状態ですね。ちょっと上下が逆なので、もう一回リバースをオフにしてやってみたいと思います。たくさんじゃあもう一回元の位置からお願いしてもいいですか。はい。でもし必要に応じて見やすいようにこう例えば拡大縮小だったりとか自由に見やすいように設定していただくことできますので、じゃあこれでたくさん歩いてみてください。これで今2番を、通過し1番でストップしましたと。はい、このようにグラフ上で車体の動きを追うことができます。はい、もう一つの機能で、フォーカスウィスパーという、今のこのマークの通過を音で、お知らせする機能というのがあるんですけれども、これはバグトランスミッターを使っている時に行った方が、割といい結果が出るので、ちょっと後ほどバグトランスミッターの紹介の時にフォーカスウィスパーの機能は紹介したいと思います。とりあえず今のがマークスビューという機能でした。ありがとうございます。たくさん一回じゃあクリアにしてみます。はい、続いて今ざっくりとハンドセットで使える機能を紹介したんですけれども、お待ちかねのこのバグトランスミッターの方を紹介していきたいと思います。はい、ありがとうございます。これは非常に軽いバッテリーの内蔵した超音波の発信機でしてですね、これを役者さんのポケットに入れていただくことで距離が計測できるというものなんですけども、早速じゃあ電源を入れていきますね。この横のボタン、こちらをこう長押ししていただくと反対側にある窓から、LED のランプが起動します。はい、ちょっと見づらいかな。今ね、青いランプが点滅してるんですけども、これが今超音波を発信してますよという合図です。でこれが今バグの1番、これを今起動しました。じゃあたくさんもう一度ご協力いただいて、胸ポケでいいですかね、入れていただきます。はい、この時非常に大事なのがThis side to camera って書いてあるこの面を必ずカメラに向けてください。というのはこの銀色のメッシュの部分がですね、超音波のスピーカーになってます。で大事なのはこのスピーカーが常にこのカメラを向いているということ、これは非常に大事でして、これが裏側になってしまうと例えば別の反射物、反射した距離が出てきてしまうので、必ずこれはカメラの方を向けるようにしてください。はい、で今たくさんの胸の T シャツにバグトランスミッターを仕込みました。でここでハンドセットの方で入力ソースの切り替えを行います。今ここのアイコンレンジファインダーになっているんですが、これをタップしていただくと、バグ、ごめんなさい、今数という私の名前が出ていますが、バグの1番の入力ソースに切り替わりました。この状態で出ている距離が今カメラから、先ほど胸ポッケに仕込んだバグトランスミッターまでの距離になります。たくさんじゃあそのまま後ずさりで、一番端まで行ってみましょうか。60フィートまで行っちゃってください。このバグトランスミッターはですね、最大で120フィートまで計測することができます。今ちょっとスペースの都合で一番後ろまで行っても60フィートなんですが、一応性能を見せるには十分かなと。ありがとうございます。
一回じゃあ歩いてみますか。カメラまで一番手前のバビーまでお願いします。はい、このようにね、彼が歩いていると同時に、バグトランスミッターまでの距離がこうコンスタントに出てくるという感じですね。ありがとうございます。もう一回じゃあオレンジのバビーまで今度向きになって、そうですね、はい、今彼が振り返った瞬間にこうちょっと数字がパラパラと動いたんですけど、ちょっともう一回振り返ってもらっていいですか。さっきも言ったように超音波の面がセンサーの方を向いてないとこのようにノーターゲットというふうになってしまいます。必ず超音波の面をカメラに向けていること、これが非常に大事です。はい、ちょっと超音波を使っている性質上どうしてもこれがデメリットとしてあるんですけれども、未来の話になりますが、今このシネ RT を作っているフォーカスバグの会社の方でですね、超音波の代わりに電波を使ったトランスミッターを今作っています。でその電波版の RF バグというのが完成するとですね、例えばこう人が後ろを向いたりだとか、間にこう遮蔽物ガラスなんかがあっても問題なく距離が出るよという、そういうバグが近々開発されるようです。はい、じゃあたくさんすみません、正面向き直っていただいて、大丈夫です。で、これですね、今これセンサーからバグまでの距離を直接感知しているので、手前にこう例えば別の被写体がいる場合も関係なく計測ができます。こう私がこう間を横切っても距離はこう問題なく25フィートで安定しているという状態ですね。はい、なので主にこうカメラから遠い場所に被写体がいて手前がごちゃごちゃしているっていう、そういった撮影の時に非常にこのバグは有効なんじゃないかなと思います。はい、もう一つ今度感知範囲ですね。たくさんじゃあちょっと6フィートまで来ていただいて、このバグの感知範囲なんですけど、縦は先ほど120フィートとお伝えしたんですが、幅これ非常に広いです。ちょっとじゃあたくさんそのままこう横側にこう逃げていってもらっていいですか。一応交渉では170度の範囲まで感知できると言っています。かなりこうフレームのギリギリというか、もう完全に今35ミリだと外側ですが、カメラから横の方にそれていっても感知が可能です。ちょっと向き直ってもらってそのままカメラに向かってこう前後からやってみてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。で戻っていただいて、はい、今このようにですね、カメラの正面からだいぶ脇にそれた状態なんですが、それでもバグトランスミッターの場合は距離を計測することができます。はい、ありがとうございます。じゃあバグをもう一つ追加してさまざまな機能を見ていきたいと思います。このバグトランスミッターなんですが、1つのシネ RT に対して最大4つまでペアリングして使うことができます。ちょっと今この場にあるのが2つだけなんで2つしかお見せできないんですが、今こう2番のバグ、これを起動しました。これをじゃあ、高橋さんポケットに入れていただいて、ありがとうございます。オレンジのバミリですかね、一度立っていただいて、はい、ちなみに今奥の高橋さんズボンのジーパンのポッケにバグトランスミッター入れたんですけれども、基本的にバグトランスミッター大体の布地は貫通して距離の計測できます。ただ非常に分厚い革ジャケットだったりとか、あとはダウンジャケット、そういった音波を遮断するものを着ている場合は、なかなか音波が通じないので、距離計測ができなくなってしまうということがあります。なるべく薄い布がおすすめです。ただ今やっていただいているようにジーパンぐらいであれば問題なく計測できます。で、ソースの切り替えですね。ハンドセット見ていただいて、今これバグの1番が選択されているので手前にいるたくさんへの距離が出ています。これ真ん中のボタンを押すことでバグの2番に切り替えができます。ちょっとやっぱジーパンでだいぶあれです。いやそのままで大丈夫です。たくさんがちょっと横にずれてもらってもいいですか。ありがとうございます。はい、今この状態で、奥の高橋さんまでの距離が出てきました。もう一回切り替えてみますね。1番がたくさん6フィート4、2番が奥の高橋さんと、こういったふうに2つペアリングをしてここで切り替えていただくことでそれぞれの距離を確認することができます。
はい、はい、それでですね、シネ RT なんですけど、最大で2つまでの距離を同時に見ることができます。それができるのがこちらの 2X と書かれている左下のアイコンですね。これを押していただくと、デュアルビューモードというモードに入ります。要するにソース1、ソース2それぞれのターゲットを指定してですね、距離を2つ表示しようというところで、とりあえずソース1に、タクさんのナンバー1、ソース2に、高橋さんのナンバー2、はい、こうやって設定することで、手前と奥の距離同時に見ることができます。一回じゃあお二人とも一回黄色い場面に行ってみましょうか。はい、こういった感じで同時に動くのが見えます。じゃあ高橋さん手前の方にお願いします。はい、で逆にタクさん一番奥のバビリまで、はい、こういった感じですね。タクさんじゃあ一番前まで来てください。お二人並んじゃってください。はい、ありがとうございます。こうやってそれぞれバグ2つともの距離が見えるよということですね。ここでじゃあ1回、高橋さんのバグを回収します。すみません、ありがとうございます。この状態でじゃあタクさんごめんなさい、オレンジのバビリに立っていただいて、高橋さんすみません、もう一度そうですね、黄色のバビリあたりに立っていただいていいですか。ありがとうございます。今奥のタクさんが、1番のバグを持っているんですが、手前の高橋さんはバグを持ってない状態です。先ほどのデュアルビューなんですが、バグだけでなくてですね、このカメラについているレンジファインダーもソースとして、切り替えることができます。このソース1が今レンジファインダーの距離ですね。当然手前にいる高橋さんが今ターゲットになっています。でソース2にタクさんのバグ25フィートですね。はい、じゃあこの状態で高橋さん手前のバミリにお願いします。はい、でじゃあタクさんも黄色の方にお願いします。こうやってバグを持ってないターゲットに対してもカメラのそのターゲットがカメラに一番近い障害物であれば距離を表示できるよということですね。じゃあこれで高橋さんじゃあ1回お休みいただいて大丈夫です。はい、で高橋さんが抜けると当然カメラ前のオブジェクトはタクさんということになります。なので今ソース1がレンジファインダー、ソース2がタクさんポッケの、バグトランスミッターということなんですけど、どちらも同じ場所にいるタクさんの距離を計測しています。ちょっと分かりやすくするためにズボンのポッケに入れてみましょうか。そのままズボンのポッケにお願いします。ありがとうございます。それで、一度一番奥のバミリにお願いします。はい、今からお見せしたいのはですね、レンジファインダーと、バグとのギャップという、どれぐらい差が出てくるのかっていうのをお見せしたいと思います。今だいたい25フィート地点、この時点でですね、こちらのセンサーで表示されている距離とバグトランスミッターまでの距離、だいたいちょっと安定してそうですね、だいたい3インチ4インチぐらいの差が出てるんですけど、たくさんそのままじゃあ黄色いバミリにお願いします。はい、この地点に来ると2つの誤差がだいたい6インチ5インチ6インチの誤差が出てきます。さらに6フィートまで、ありがとうございます。ここまで近くなるとですね、もう1フィートの誤差が出てくるわけです。これってどういうことかというと、単純にこのレンジファインダーの方は一番エリア内の一番近い障害物、つまり顔の距離を測ってるんですけれども、バグトランスミッターの方が今こちらにあるんで、この縦のオフセットで距離の差がどうしても出てきてしまうよということです。でこの距離の、オフセットを解消するために、遠くはバグを使うんだけどカメラに近づいてきたら自動的にレンジファインダーに切り替わるよという機能があります。それをこれからご紹介したいと思います。たくさんじゃあそうですね、一度オレンジのバビリに入っていただいて、はい、その機能を使うにはまずソースをバグに設定していただいて、
これで今バグの距離が出てるんですけど、この真ん中の XO というマークですね。これクロスオーバーモードというモードなんですが、はい、簡単に言うと今このクロスオーバーと書いてある距離、今10フィートとなってますが、この10フィートを境にこれより奥はバグへの距離を計測して、これより手前は自動的にレンジファインダーの距離をソースとして表示するよと、そういった機能です。今ちょうどバミリが12フィートにあるんで、クロスオーバー12フィート分かりやすく設定します。はい、じゃあこの状態でたくさん6フィートまで歩いてみましょうか。この真ん中のアイコン注目しててください。12フィートになると自動的にこのアイコンがバグからポッとレンジファインダーの方に切り替わります。はい、じゃあたくさんもう一回戻っていただいて、次普通のスピードで歩いていただいて大丈夫です。はい、じゃあもう一回その切り替わり見てみましょう。お願いします。遠くはバグで、計測しているので12フィートで切り替えてレンジファインダーと、こういう機能を使うことでですね、先ほど手前に来れば来るほどこのバグとの距離と顔までの距離のギャップっていうのが出てくるんですけど、それを解消することができるということです。じゃあたくさんこれで一回振り返って遠くに行ってみましょうか。今これでたくさんが振り返ってカメラから遠ざかると何が起こるのか。当然12フィートでバグに切り替わるんですが、たくさんが後ろを向いているのでバグがもう効かないよという、これはちょっと困った状況になるわけです。ありがとうございます。これを解消するためにですね、こちらの矢印ボタン、これ今矢印が両方向いてるんですけど、これをこう一方方向の矢印にすることで、手前に来るときは一回こうバグからレンジファインダーに切り替えるんだけども、振り返っていくときは、レンジファインダーからバグに切り替えずにずっとレンジファインダーの距離を計測するよと、そういうモードに、入れることができます。じゃあたくさんもう一回やってみましょうか。奥から手前に来て12フィートでレンジファインダーに切り替わります。はい、でたくさん振り返って遠くに行ってください。で今度一方通行なので12フィートを超えてもバグに戻らず、はい、最後の位置まで正確に距離が計測できると、こういった機能です。ありがとうございます。はい、今のがクロスオーバーモードでしたね。はい、でここでごめんなさい、先ほど飛ばしたフォーカスウィスパーをちょっとやってみたいと思います。で、少し遠くのバミリを使うので、もしあれだったらカメラの方をちょっと遠くまで寄っていただいて、じゃあどうしようかな。それを最終位置にして、そこから奥に2箇所打ちます。はい、はい、すいません。今ちょっとバミリを遠くに、打ち直しました。で、まず最初に今置いた新しいバミリ3点の距離を取りたいと思います。今タクさんがポッケにバグを入れているので、タクさんまでの距離が出ています。この状態で、先ほどのテープモード入っていただいて、このソースをハンドセットでも、レンジファインダーでもなく、このバグの1番これを選択していただいて、タクさん今一番後ろのバミリですね。はい、これが最初のバミリ1番。じゃあ真ん中のバミリお願いします。はい、これが真ん中のバミリ39フィート。はい、じゃあ3つ目お願いします。はい、これが3つ目のバミリと。はい、これで3点距離を計測し終えました。さあ、たくさん一番奥に戻っていただいて大丈夫です。そしたらちょっと後ろの台車をどけてですね、後ろの台車をどけて壁ギリギリからたくさんスタートしましょうか。でフォーカスウィスパーモードっていうのを実際に音を出してやっていこうと思います。こちらのハンドセット横にですね、これイヤホンジャックがあります。もちろんこれ現場ではイヤホン使ってください。今はデモのためにスピーカーをつないで音を鳴らします。
はい、スピーカーの電源を入れて、はい、フォーカスウィスパーモード FW ですね、こちらのボタンを押していただいて、はい、FW フォーカスウィスパーモード、この状態で一回ちょっと音を聞くためにオンにして、これが音量のチェックボタンです。だいたい4段階ぐらいの音の調節ができます。で、この上の画面はですね、どれぐらいの速さで被写体が動いているかっていうのをこうざっくり選択していただいて、今たくさんが普通の速さで歩くので、ウォークアベレージというところを選択しています。この状態で、今フォーカスウィスパーがオンになった状態で、分かりやすくするためにちょっとこのマークスビューをもう一回見てみようと思います。スクローリングをオフ。はい、この状態ですね。じゃあたくさん、オレンジのバビーまで普通に歩いてください。1 and 2 and 3。はい、今音聞いていただけたように、はい、マークにヒットするとその瞬間にこう3とこうマークのナンバーを言ってくれるということですね。ちょっと3にずっととどまっているとこういうことが起こります。はい、でじゃあ次たくさんすいません、走ってもらってもいいですか。すいません。同じくフォーカスウィスパーで今度、被写体が走る場合ウォークファスト、これ選んでください。これ何が違うかというとですね、マークにこうヒットして被写体が通過した瞬間にワンっていうのだと実はちょっとフォーカスプラとしてはもうすでに遅れてしまうんですね。なのでこうワンって音を聞いてそこに合わせてちょうど合うぐらいのちょうどいい頃合いを見計らってちょっと手前でコールをしています。でどれぐらいそのマークの手前でコールをするのかっていう幅が、この被写体の速さの選択ということです。つまり今ファストにしたんで、マークのちょっと、先ほどよりもさらに手前からこうワンというふうにこう言ってくれるということですね。じゃあどうなるかやってみましょう。フォーカスウィスパーをオンにして、分かりやすくマークスビューを入れて、彼が今ここですね。じゃあ手前の方が行ったらたくさん準備いいですか。今度はもう3つ目のマークも走りすぎちゃってください。もうこの辺来ていただいて大丈夫です。じゃあお願いします。あ、すみません、ちょっと手前の方が行ったら1 and 2 and 3。ありがとうございます。実際はおそらくもうちょっと速いスピードを想定したあれですね。今多分ねマークのだいぶ手前でワンって言っちゃってたんで本当に走ってみましょうか。すみません。これ先ほどどの速さを選択するのかって非常に感覚的な話なんで、何回かテストしてね、自分の音で聞いてこう一番しっくりくるタイミングを選んでもらうのが一番いいかなと思います。じゃあお願いします。1 and 2 and 3。ありがとうございます。これがフォーカスウィスパーというモードです。なかなか使いどころが難しいと言いますか、本当にそうですね、本当に長玉でもうバミリがどこにあるんだろうっていうぐらいこう遠い距離を縦に移動するみたいな時にはあると便利かなという機能なんですけれども、あまりこう被写体がこう近いとそこまで使う機会も少ないかなというのが正直なところです。こういったこともできるよというご紹介でした。はい、これで一通りですね、シネ RT の基本的な機能性能をご紹介できたかなと思います。はい、質疑応答などあればというお時間なんですが、ありがとうございます。はい。はい、今質問いただいたんで答えても大丈夫ですか。はい、あと今音でちょうどマークとマークの間で「&」ってこう聞こえたと思うんですけど、これはどういうタイミングなんですかっていう質問で、単純にその距離と距離のセンターで「&」と言ってます。でもしその「&」が余計であれば「&」って言わない設定もできます。単純に「1、2、3」っていう音声だけの案内にすることもできるんですけど、一応そのここが中間だよっていうのを教えるために今「&」って音を出す設定にしてました。はい。女性の声はですね、ありません。これ
シネ RT を開発したレアードっていう開発者本人の声が入ってるんですけれども、彼は各地の機材屋でこうデモをしてこのフォーカスイビスパをやるたびに自分の声がこう聞こえてくるのを非常に恥ずかしいと言っていました。はい、他にもし質問等あれば。カメラ高をはい、それで測るって言ってたじゃないですか、はい、やっぱその時って下向けるんですか、そのレンジファインダーを。なるほど、いい質問です。先ほどそのカメラ高の話、カメラ高をこのテープモードで無理やり僕は計測しているって話なんですけど、さっきタクさんにバグをつけてもらった時にバグだとかなりこうカメラの端まで行っても距離が出てくるよっていう話をしたと思います。でこのハンドセットも基本的にここについてるセンサーってバグと同じものがついてるんですね。なんでテープモードにしていただくと、今だいたい僕は5フィートぐらいの位置にいるんですけど、これもかなり、これぐらい離れてもちゃんとこの面がカメラの方を向いていれば、今結構真横の方に来てるんですけど、これでもこうちゃんと距離が計測できてるんですね。なんで、カメラの角度にもよるんですけど、例えばこう5メーターのぐらいの高さからこう下を俯瞰で撮っているみたいなカットだと、なんとなくまだレンジファインダーが下向いているので、この真下ぐらいの距離であれば問題なく計測できるかなと。あくまで裏技的な使い方なんで、応用編として覚えておいていただけると。そうですね、例えばアングルチェックでその方法で高さを出したら本番でも同じように計測をして、もう何センチアップですみたいな。これ今フィートインチ表示なんですけど、メートルセンチにすると1センチ単位の高さが出てくるんで、レーザーでこう頑張って狙うよりかは簡単かなという感じです。素晴らしい、今いい質問でした。ごめんなさい、設定、その撮像面からの距離を設定するじゃないですか。なのでこういくら端に行ってもちゃんとこう撮像面からの距離を三角関数でやってくれてるっていうことですか。それはですね、単純にこのフィルムプレーンオフセットは、このベースセンサーから測った距離に対して足し算をしているっていうことなので、本当に厳密に言うと、例えば、カメラの脇本当に外側から計測をしている場合は、ここからの距離プラスここの距離ということになります。じゃあちょっと多めになっちゃう、ちょっと多めになっちゃうというところはあります。だからそれをもしなくしたいのであれば、もう本当にこのセンサーを撮像面の真上に設置するというのが一番ベストなんですけど、ただそれをやってしまうとどうしても現場でこうマットボックスがあるので、手前マットボックスに邪魔されて感度が落ちるみたいなこともあるかもしれません。はい。時間もいいとこですかね。はい。じゃあ第1部のシネ RT の説明は以上ということで、これからちょっとセッティングチェンジと休憩を挟んで、後半いよいよリモートフォーカスにこの距離情報を入力していろいろやっていきたいと思います。